明治36年、シムカップ原野に植民区画が設けられた。5年後、シムカップ村中央から10キロほど西の盆地にニニウの植民区画が設定。ニニウは無川のほか2つの川の水に恵まれた開拓地だったが、赤岩青岩峡が船を遮り、鬼峠越えを余儀なくされる陸の孤島中の孤島であった。日本のチベットとも呼ばれたニニウに大正8年、十勝の新徳からお嫁さんが来ることになった。村上初さん16歳は9月12日の朝、新徳を出発、汽車で狩勝峠を越し、金山駅を下車した。明治時代の作りのものらしいんですね。鉄格子とかってね。なんかオイルとか置いてあるけども、これはランプとかを保管してたところらしいんですね。汽車がですね、車内がランプで明かりを灯してたらしいんですけど、それをなんか積み替えみたいな、そういう耐火性のですね、作りの丈夫な建物なんで、新徳から来た花嫁さんはここに下車してお迎えの人と一緒に、任意の方へ。お迎えの人はハツさんに3足のわらじをくれた。ハツさんは下駄を脱いで1足目のわらじを履き、残る2足を背負ってシムカップに向けて歩き始めた。金山峠の旧道をちょっと歩いてみます。昔はここはなんかバカ曲がりとかそんなような言い方されてたらしくて、まあこんな確かにバカ曲がってますね。土砂崩れっていうか破断しちゃってますね。空が青い。びしゃびしゃですね。残念ながらこれ以上行くのやめといた方が良さそうだ。で、16歳の女の子がこんな道をですね、峠道を降りて苦労してニニウに向かったんですね。ただ川のせせらぎの音がなんか疲れを癒すような感じもしますね。まあこれはさすがに明治大正じゃないと思いますけど、ここに木の橋があったのかな、昔はね。大正の頃はさ。こんなところに陶芸した茶屋があったんですね。ハツさんはヤマメを2匹買ってもらい、お腹が空いてたので大変美味しかったと述懐している。明治の43年にお茶を開いたんで、大正第2代の人が引き継いでる状態だったんですね。陶芸した茶屋の跡。あっちをまたさらに下ってって、
ハツさんは傷んだわらじを履き替え、そしてシムカップ村に到達した。シムカップ神社ってですかね。昔、神社っていうか一軒家に近いな。ハツさんはまたわらじを履き替えてシムカップ中央に着いた。日は暮れ、ハツさんは夫となる人の知人の家に泊まった。嫁ぐ家はすぐそこで、明日は下駄で行けると思った。しかし、翌朝早く、向かいの人からまたわらじを2足渡された。出発して間もなく大きな川の渡船場。私森の妻が、ニニウというところはね、こうなんだ、という。しかし16歳のハツさんはその意味がわからなかった。ちょっとバイクは、緑くんは待っててもらって、歩いていかなきゃいけないですな。さっきの金山峠、バカ曲がりみてえな、割とくねくねしてますね。昔の鬼峠の道に近い線形かもしれませんね。この林道のこっち側の方ですね。昔の道はですね、こういうとこ行ってたらしいんですよね。昼なお暗い山道を登っても人家はない。聖火を離れて16歳で嫁ぐハツさんは寂しく泣けてきた。16歳の女子が歩くっていうのは、同行者がいたとしてもちょっと心配になってきちゃいますよね。これが多分崩落したとこだと思うんですけどね。もう直して、きれいに直してあるんだから、通してくれればいいんですが、斜度が 10% ぐらいになっててですね、結構きついですね。もう原生林の、道はちゃんと林道あるんですけど、なかなかきつい。送電線の、すごい景色だな。これはこれで。あれ、シムカップの街の方だもん。こんなとこに出てきましたね。尾根ですね、完全に。峠の上に小さな小屋があり、休憩してわらじを履き替えた。同行の人が、この峠は一人では歩けないという。なぜかと聞くと、笑みを浮かべて、出るんだという。
あっちは違う林道ですね、起点。送電線の管理だとかに使ってたと思いますね。あっち側の方になんか昔の昭和時代の自動車道があったらしいんですけども、もう痕跡もないんじゃないかな。というわけで、こっちの方へ行って、昔のお嫁さんが歩いた、昔の参道の方へ行ってみたいと思うんですけど、ハツさんらが峠を降り始めると、クソ狩り、そしてヒグマの足跡が、一人で峠越えできないわけが分かった。あれ、親父の落とし物。起点より 5.7 キロって感じかな。鬼峠線。これがですね、さっきの送電線と違って2本目のやつなんですよ。ってことは、1本目と2本目の送電線の間ぐらいで、2の方へ下っていくと、稲妻坂とかなんとかっていうジグザグした谷みたいなとこ降りてくらしいですね。ハツさんは稲妻道を降りながら、なぜこんな山中に嫁ぐことになったのか泣けてきたが、私はここに嫁ぐ運命にあったのだ。疲れ果ててなるがままに任せる、そんな気持ちになってしまった。ハツさんはやっと嫁ぎ先の家に到着し、金山以来5足目のわらじを脱ぎ、やっと白旅を履くことができたが、鬼峠越えでかいた汗で化粧どころではなかった。後編はハツさんが嫁いだニニウの集落の運命を現地からルポします。どうぞご覧ください。